落語。月まで行って、まずは帰ってきた。世の中には順番ってものがございます。家を建てるにも、いきなり屋根からは乗せられねえ。寿司屋に入っても、いきなり会計ってわけにもいかねえ。月へ行くのも同じでして、まずはちゃんと行って、ちゃんと帰ってくる。これが大事でございます。師匠、アーテミスって月面着陸したんですか？いや、まだしてねえ。今回は月の裏側を回って帰ってくる話だ。なんだ、まだ降りてないんですか？そう言うな。降りてねえから価値がないってわけじゃねえ。人を乗せて月まで行って、ぐるっと回って無事に返す。これができなきゃ、次の着陸なんぞ夢のまた夢だ。なるほど。しかも今回は月の裏側まで回ってきた。表は昔から見てる。だが裏は人間の目でちゃんと見た話となると、そりゃまた重みがある。裏側ってちょっと怖いですね。怖いとも、地球とも連絡が切れる時間がある。そこで科学の仕事もしなきゃならねえ。だがクルーは、その間に少しだけ月のそばで静かな時間を持ったそうだ。月見ってのは地上だけの趣味じゃなかったらしい。ロマンがありますね。ロマンもある。だが現実もある。宇宙ってのはな、行くだけじゃダメだ。最後はちゃんと帰ってこなきゃならねえ。帰りは大気圏に突っ込んで、火だるまみてえになりながら戻ってくる。それは大変だ。大変だから価値があるんだ。しかも、今は宇宙も平和な遠足じゃねえ。向こうには中国もいる。ロシアもいる。誰が先に何をやるか、ちゃんと見てやがる。じゃあ、やっぱり競争なんですね。競争だ。だがな、だからって何でもかんでも大げさに月面制覇だと騒ぐのは早え。今回はまず月を回ってデータも写真も持ってちゃんと帰ってくる。そこがめでたい。つまり今回の成功は月に降りた成功じゃねえ。月に降りるためのちゃんとした下ごしらえが一つ済んだって話だ。それじゃあ宇宙開発ってのは派手に見えても実は段取りの勝負だ。まずは無事に行って無事に帰る。月にもできたってこった。月の話もまずは第一歩が大事だってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の BBC 記事はアーテミス2のクルーが月周回ミッションを終え、地球機関に向かっていることを伝えています。このミッションで大事なのは、まだ月面着陸ではないが、その前段階として極めて重要な成功だという点です。まず、アーテミス2は人を乗せて月の裏側まで飛行し、帰還させるミッションです。オライオン宇宙船はアポロ13以来の有人飛行距離記録を更新し、クルーは月の裏側の一部を人の目で観察しました。月に降りたわけではありませんが、人類が次に月面着陸するための工程としては非常に大きな一歩です。またクルーが語っている内容も印象的です。多くの写真、多くのデータ、多くの物語を持ち帰ると言っており、今回の成果は単なる行って帰るだけではありません。地質観察や月の裏側の景観確認も含めて、次の段階へつながる情報が蓄積されることになります。一方で、背景には大国間競争もあります。宇宙開発は科学だけの話ではなく、誰が宇宙で主導権を握るかという政治安全保障の面もあります。だから中国やロシアの存在を意識するのは自然です。ただし今回まず強調すべきなのは、競争の物語よりきちんと成功したという事実でしょう。宇宙開発では段階を一つずつ踏むこと自体が大きな価値を持ちます。要点をまとめます。第一に、アーテミス2は
月面着陸ではない。第2に、しかし月面着陸の前提として極めて重要な成功である。第3に、月の裏側観測や飛行距離記録更新など、技術的にも象徴的にも大きな成果がある。第4に、背景には米中ロの競争もある。第5に、それでもまずは無事に行って帰ることに成功した点を祝うべきだということです。つまり、月面着陸そのものではない。しかし月面着陸へ向けた第一歩としては、十分にめでたい成功だった。そう整理するのが自然です。お後がよろしいようで、高評価、チャンネル登録、LINE での拡散、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。